はい、どうも皆さんこんにちは。ITINS ラボ代表のコバこと小林です。よろしくお願いします。今回からですね、しばらくシリーズで続けて ITINS ラボスタッフによる、ガチな話、今日は記念すべき第1回なんですが、僕らITINS ラボって言って子供向けのプログラミング教室をやってます。僕らの特徴としてですね、プログラミングっていうよりも IT リテラシー全般に教育の矛先を向けていくっていうのが僕らの特徴になってます。そんなことして何になるのって思ってらっしゃる方もいっぱいいるんじゃないかなということで、プログラミング教室の、重要性っていう話を今日はさせていただきたいと思います。イエーイ。僕はプログラミングの教育って何のためになるんですか、何がいいことあるんですかって言われた時に、大きく4つに分けてお話をさせてもらってます。1個はですね、時代の波に伴ってどんどん IT 化していくんですよ、全ての物事が。なのでその IT 化していく世の中にしっかり乗っていける、その意味が分かるような人材であってほしいということで IT リテラシーを育てましょうというのが1個ですね。でもう1個がよく言うと思うんですけど、 AI とか、どんどん機械化が発達していってスーパーのレジ打ちが機械になったみたいな感じですね。人間の仕事っていうのは全部 AI にとって変わられちゃうんじゃないか、そういった不安の声もあると思うんですけど、そういう風になってきた時にどういう仕事が今度残ってくるか、そのシステムを作る方、メンテナンスをする側ですね。なんでエンジニアリングができる人材っていうのがこれからどんどんその職業的にも優遇されていくんじゃないかということで、プログラミング教育にはきっと職業スキルにも直結するだろう。これが2つ目ですね。そして、3つ目、これよく言われてることだとは思うんですけど、論理的思考能力を身につけるってやつがありますね。プログラミングっていうですね、すごく数学的な論理に基づいてます。でこの論理的思考能力っていうのが21世紀の時代を生き抜く中ですごい大事なんじゃないかって言われてる節があるんですよね。なのでその21世紀型の人間を育てる、これが、3つ目ですね。で今日の本題、これが4つ目、アクティブラーニングに役立つんじゃないかって言われてるところがありますね。アクティブラーニングっていうのは一つの考え方で、学校で教室で子どもたちがみんな座って先生の話をダーッと一方的に聞いている、この一方的じゃなくて子どもたちが自分たちで能動的に学習をしていくっていうのをアクティブラーニングって言ってます。そんなこと言っても簡単じゃないですよね。お前ら勉強せろって言ってみんな自習してるんだったらそれは苦労ないですからね。なのでどうやったら子どもたちが自発的に勉強したくなるか、行動を起こすことによって学習に変わっていくか、でそういうことを結構考えるんですよ。プログラミングの場合はですね、基本的にものを作るっていうことが行為になるんですね。なのでプログラミングを学ぶっていうことはやっぱり自分でものを作っていく、プログラムを作っていく、仕組みを作る、その仕組みの設計図を自分で考えるっていうようなことが学ぶ内容になってくるんです。でこれをやるときにですね、目的意識が必ずあるんですよ。でこれを作りたい、こういう動きにしたい、こういうゲームにしたいで目的意識が必ずあるので、その過程で分からないこと、つまずくことがあっても自分が到達したい目標のために学習していくっていうのはやる側にとってあんまり苦じゃないんじゃないかっていう話があるんですね。なのでプログラミングを組み立てる、そのロジックを組み立てて作品を作っていく中でプログラミングについて学習をしていく。プログラミングをやるとですね、物事を作るとその中でいろんなことがやっぱり出てくるんですよね。どうしてもプログラミングの中で数学が必要になってきたりとかもするので、きっと算数、数学に対する学び方も変わってくるだろう。つまり世の中でこういうところで数学って生かされてるよねとか、そういうことを考えるためには自分が物を作る側に回るのが一番手っ取り早いんじゃないかっていう考え方があります。なのでプログラミングの教育っていうのは子どもたちが自主的に自分で学ぼうっていう姿勢を身につける、そういうアクティブラーニングのために、ものすごく効果があるんじゃないかって言われてますので、ぜひプログラミングを学習してみましょう。とりあえず今日の、動画は第1回目ですね。プログラミングの教育とアクティブラーニングの関係性についてお話しさせていただきました。また次回以降、ガチな話させていただきたいと思ってますんで、続きよろしくお願いします。じゃあここまで第1回目終わります。皆さんありがとうございました。